プア大家好，我是プアルです。さあ、2025年早1ヶ月経ちましたが、いや新年早々はイベントが大量に重なって大忙しでしたね。まあその中、指揮官交換イベント神でした。ちょっと終了時刻が不明確だったのでトラブルになってもいましたが、うちもね、最終日の日付が変わるまでは有効だと思っていたので、その日仕事から帰ってきてさあやろうかとインしたらね、イベントが消えていたので、ありゃーってなりましたよね。迷っていた微妙なサブたちが交換できずに終わっちゃいました。交換しきれなかった方にはメールで案内が来てたみたいですが、私には来なかったんですけど、手つかずのキャラには案内なしってことだったのかな。皆さんはしっかり交換できましたかね。本当、今回の指揮官交換イベントは年に1回とか2年に1回とかでもね、いいから定期的にやってほしいですよね。今回のは覚醒済みの金鍵指揮官を使って育成したい5111と2111の指揮官を交換するのが無課金の最適解でしたが、交換に使う交換券説明に今回限りとは書いてなかったんで、これ持ち越せるんじゃねって追加で条件まで買っちゃったんですけど、しっかり100ジェムで回収されてましたね。実質返金なのでいいですが、最初から書いといてよって話なので、持ち越せるのかどうなのかとか、問題になった期間のね、明記とかは最初から詳細までしっかり記載をお願いしたいところです。で、ほんとこのイベント自体は神イベだったんで、どうか定期的にね、お願いします。で、うちのメインキャラは P アルミニウスと取り立てのアーサーを交換したんですけど、皆さんは何を交換しましたかね。皆さんの中でも結構アーサーを交換した方多かったんじゃないでしょうか。アーサーは今回のイベント祭りの目玉でしたからね。さあ、今回の動画ではそのアーサーと先日発表された新騎兵指揮官ス部隊を紹介していきたいと思います。先にアーサーに触れていって、このテロップのタイムカウントあたりからス部隊を見ていきますので、飛ばしてみたい方はそちらからご覧ください。で、この2人先に印象を伝えると、銃撃に次ぐ連撃指揮官という新たなアクティブスキルと天賦でぶっ壊れの機体爆盛りの指揮官でした。アーサーの方は訳あって賛否もあるみたいですが、理由はね後から触れますけど、とにかく連撃は要チェックです。ではまずアーサーペンドラゴンです。円卓の騎士で有名なイングランドの王ですが、伝説上の人物でモデルとなった人物も実在したかは不明のようです。数々のゲーム RPG とかね登場する有名な聖剣エクスカリバーもアーサー王が持っていた剣ですし、アーサー王の物語は数々の歴史書、映画、ディズニー作品にもなっていましたね。そんなアーサーが持つ天賦は騎兵共通連撃の3つです。連撃という新しい天賦が初めて登場しましたね。まずはスキル、どんなものがあるか見ていきましょう。アクティブスキルは騎士の将校の刃、かっこいいけど長くて読みにくいです。英語版は聖剣エクスカリバー、このまんまでええやんね。効果としては主将副将でタイプが変わるものです。主将では連撃扇形 AOE、副将ではスキル扇形 AOE となっています。怒り1000で発動し、主将の場合扇形範囲3部隊に連撃1400ダメージ2回、副将の場合扇形範囲3部隊に直接ダメージ2800、ともにダメージ減少ありです。はい、ジャンヌ以来ですね。久々待ち望んだ牙の AOE、 嬉しいですね。で、スキル2、烈火の赤い竜、騎馬行軍速度 20% 上昇、野戦部隊を攻撃する場合騎馬の攻撃力 30%、 ヒットポイント 20% 上昇。上昇数値はそこそこですね。スキル3、アガロンの鞘、副将の時は与える連撃ダメージ 10% 上昇、副将の時は与えるスキルダメージ 10% 上昇。野戦部隊を攻撃する場合上昇は 30% になる
ということで、アーサー王の伝説の中で聞くところによると、聖剣は剣よりも鞘の効果の方が強いエピソードがあるんですよね。鞘を携える者は傷を負わないっていうチート効果で、雷金で言うと防御やシールド系のイメージなんだけど、これは真逆の攻撃効果。いろんなリメイクがありますから、そのチート効果の作品は採用されなかったようですね。ダメージ 10% 上昇っていうのは微妙な感じですが、野戦部隊に対しては 30% になるので心強くはありますね。スキル4、マーリンの祝福。野戦部隊を攻撃する場合、連撃直接ダメージを与えると 30% の確率でターゲットに2秒間、1秒ごとに怒り100失わせる。クールダウン5秒。アクティブスキル発動後3秒間行軍速度 30% 上昇。アクティブスキルを発動すると確定で足が速くなるので、追撃している時に強みを出すスキルのようです。抽選要素の方は連撃直接ダメージがトリガーで確率 30% と悪くなく、怒り200減少は強いですが、抽選効果はそこまで頻発するものでもないので、足が速くなる効果がメインと考えると少し寂しいですかね。個人的にはもう一声追加の効果があったら嬉しかったように思いますが、どうでしょう。最後は覚醒スキル。スキル5、天命の王者の剣。主将の場合、基礎攻撃時 50% の確率で連撃ダメージ300を1回与える。このスキルは1秒以内に複数回発動でき、1秒以内に発動するたび次回の確率は前回の 50% に低下する。クールタイム10秒。複雑な説明だけど、基礎攻撃をすると半分の確率で連撃ダメージ1回発生するよってことですね。同じターンなら何度も抽選して発動できるけど、その都度確率は低くなるよっていう仕様のようです。そして副将の場合は直接ダメージの時 25% の確率で命中した部隊に1秒持続する追加ダメージを与える。ダメージは命中した直接ダメージの 50%。ということですが、ここで連撃注目ポイント。連撃は基礎攻撃の関連スキルを発動できると注釈がついています。どういうことかというと、発動条件に基礎攻撃を行うときとか基礎攻撃を受けるとき何%の確率でというような効果が多くあると思うんですけど、連撃ダメージというのはその基礎攻撃の抽選のトリガーに慣れちゃうんですね。そして連撃は大抵複数回攻撃するので、その回数分抽選が増えるという、もうここが連撃の大きな魅力の一つですね。装備や天賦にも基礎攻撃が発動する条件のものも多くありますし、ペア指揮官のスキルでシナジーを得ることもできるので、組み合わせを考える上で大きな要素の一つになると思います。ここで付け加えると、連撃の軍旗参戦陣にバタフライエフェクトというレジェンドグリフがあります。これは基礎攻撃時何%の確率での確率を 20% 上昇させることができるんです。1ターンで何回も抽選できる可能性を秘めた連撃に合わせると、これはプチ壊れ性能ですよね。今のところ意図的に入手するのは困難ですが、もしこれをつけることができればさらに連撃の高性能っぷりを体感できるのではないかと思われます。孤高の剣影の確率は 50% なので、クールタイム10秒が終わり次第そろそろ発動という感覚でしょうか。連撃ダメージ1回っていう効果で反応しちゃいますが、できることなら複数回抽選できるアクティブスキルの連撃ダメージの時に発動してもらいたいですよね。ズバズバっと 2,3 回入ると気持ちよさそうですし、これがトリガーになる効果が発動してくれるとまた強力です。石英の健康という副将のスキルダメージの方はクールダウンがないようですが、確率は 25% なので
運が良ければたまに発動程度のダメージソースになりそうです。ちなみに発動タイミングですが、このレポートを見てもらうとわかるんですけど、主将の場合はトリガーの基礎攻撃を行ったターンにダメージが発生するのに対し、副将の場合はトリガーの直接ダメージで効果を発動した後、次のターンにダメージが発生する仕様です。効果の名前がどっから出てきたのか、裏切りの逃亡効果ってなってるんですけど、これ気になるのは私だけでしょうか。フリードリッヒのアクティブスキル赤ひげも裏切りの逃亡効果なんですよね。説明には石英の健康なんて中二病心ときめく名前をつけているのに、どこに行ったんでしょうか。バグなのかな、何なんでしょうね。孤高の剣影や他にも石柱の剣、石柱の剣かな、なんかやたらアーサーには鍵括弧付きで効果の名前のついたスキルが盛りだくさんなんですけども、そこに至っては省略です。天命の王者の剣とか大元のスキルの名前だけの表記で触れられてもいませんので、ちょっと寂しい感じですが、まあ大半の方は効果がしっかり出ていればどうでもいいというところなんでしょうか。ではスキルをまとめてみましょう。こちらです。はい、ご覧の通りですが、攻撃型野戦特化指揮官という感じで、めでたく騎兵のメタ指揮官に入る強さを見せてくれています。ただ冒頭で触れた賛否の話ですが、よく見てもらうと分かりますが、5スキル中3つの星がついているスキルはターゲットが野戦部隊に限られているので、旗や城とかラリーニへのねスワームでは星の効果が得られなくて、かなりパワーダウンします。野戦の一部隊として出すわけですから、どうなんだろう、うちは分かっててもめんどくて一括指示でスワームもしちゃうかもしれませんが、ここが少し残念な部分なんですね。そして期待される連撃の主将運用もがっちりシナジーがあるような良いペアが今のところ限られているところも難点でした。とはいえ副将運用でも野戦ではメタになる強さを見せていますし、これから連撃にシナジーがある副将指揮官が出てくる期待もあるので、現バージョンでの野戦騎馬なら文句なく育成をおすすめできる指揮官でしょう。ペア指揮官です。アーサー首相運用なら第一選択肢はフィリッポス2世です。アッティラ武田などの良さそうな副将で試しても、他の指揮官での運用はどれもそれほどいいものではなさそうです。ベルトランのアクティブスキルは基礎攻撃を行うごとにダメージが入るという説明なので、連撃を合わせてみたのですが、連撃分の追加ダメージが発生することはありませんでした。クールタイム1秒の意味は同ターンに2回以上発生しないということなのでしょうね。フリードリッヒのアクティブスキルのクールタイムはないので、連撃と合わせた時の最大効果に興味はありますが、いろいろ試した結果、現時点では主将アーサーの場合、副将はフィリッポスがベストのようです。今後で期待されるのはス部隊やこれから発表されるであろうもう一人の新指揮官、多分ルーレットの方の指揮官の運用でしょうかね。これらがベストマッチならアーサー首相も増えてくるでしょうし、新たな野戦メタになるんじゃないかと、そんな可能性も秘めていると思います。副将運用なら核やネフスキーが候補に上がります。どちらもいいところがありますが、個人的にはネフジャンヌが崩せないとか他の事情も考えると核がメタになると思います。核アーサーペアは野戦の歩兵メタのねウィリアム流鉄に勝てるので、単純な決闘の結果に過ぎないんですけど、現時点では野戦最強ペアと言ってもいいのかもしれません。続いて天賦です。初登場の連撃天賦ですが、特徴として
通常攻撃ダメージ上昇や連撃ダメージ上昇、兵数減少でダメージカット、連撃ダメージと非ダメージの上昇などがあります。中でも注目なのは連撃ダメージで怒り獲得ですね。アクティブスキルの連撃は一度に複数回発生しますし、アーサーは AOE なので巻き込んだ敵分の換算となると100前後の回復量になることがあるので、これは大きい。そして基礎攻撃のたび3秒間ターゲットのヒットポイント減少、これは5回重複可能で他の味方部隊からも発動できるというので、連撃天部の部隊で囲むと運が良ければ最大 7.5% のヒットポイント減少デバフが入るみたいです。限定的だけど天部にしては夢のある数値ですよね。最後は連撃ダメージの後追加で連撃ダメージ発生させるもの。連撃ダメージがトリガーのスキルや天部があるので、その機会を増やす意味でも覚えておきたい天部でしょう。参考の天部の一例はこんな感じ。この例のコンセプトは火ダメを抑え基礎攻撃系の抽選効果をできるだけ幅広くつけたものです。軍旗ですが、基本は首相の場合参戦陣、連撃の陣ですね。これで決まりですが、連撃が連発できない場合では通常攻撃が上がる円月陣もありでしょう。副将運用は大抵スキル攻撃ペアでしょうから、スキル攻撃アップのくさび型陣になりますよね。さあ続いては騎兵新指揮官スープ隊。日本語だとスブ隊、スブ隊スブ隊とイントネーションがわからないんですけど、個人的にはね、異国で名前を違う形で呼ばれるのってよく思えないので、できるならオリジナルを通したいところなんですが、モンゴルの方でさらに昔の言語だと発音も全然わかりません。当時の名前だとスベゲデー、今の読み方だとスベゲディだそうですが、どうせ発音も違うと思うので正しい読み方がわかるまでは日本語のスブタイと呼ばせてもらいます。紫春四苦と呼ばれるチンギス・ハーン8側近の一人で、一説には世界中で最も強い戦闘系指揮官とか、指揮官として征服した領土は世界一などと称されるほどの有能な人物だったようです。こちらはラリー指揮官ですね。天部は騎兵、工場、連撃の3つです。ではスキルを見ていきましょう。まずアクティブスキル、徹底雷のごとしです。単発の連撃、連撃は1000ダメージ3回、単体ということなので壊れ要素はないですが、ダメージは高く、連撃ということでポイントは高いですね。スキル2、旋回する国営、騎兵部隊の行軍速度 15% 上昇。ラリーの場合は騎兵の攻撃力 20%、防御力 30% 上昇。足早効果ありで、ラリーの場合は攻撃防御ともにそこそこの上昇数値です。スキル3、無知の示す道、都市または拠点を攻撃する場合、与える連撃ダメージ 10% 上昇。連撃ダメージを与えると 60% の確率で8秒間与える通常ダメージ 15% 上昇する。この効果は最大2回重複可能で、重複すると持続時間が更新される。重複可能ということなので、8秒を通常ダメージ 15% 上昇し、重複したタイミングで8秒延長し、通常ダメージ 30% 上昇という感じです。これはぶっ壊れの予感。スブ隊単体ならアクティブスキルで3回抽選があり、そこで重複を得られるか、次に紹介するスキル4での重複を期待するかといったところでしょうか。スブ隊のアクティブスキルの連撃でこのスキルが発動したとしても、回転が速ければ
効果が切れる8秒ギリギリには素部隊の次のアクティブスキルが発動できるので、重複のチャンスはかなり高そうです。クールタイムがないので、今後のペア指揮官によって連撃が発生する機会が増えれば、もうほぼ常時発動もありえそうなヤバめなスキルですよね。スキル4、せいせい。領土外にいる場合、基礎攻撃時 30% の確率でターゲットに連撃ダメージ700を与える。クールダウン10秒。高確率ではないですが、アクティブスキルで抽選3回ですし、10秒過ぎたらそろそろ発動するかもっていう感覚でもいいかもしれません。スキル5、覚醒スキル。天号。難しい字ですね。これ一字でチベット原産の大きな獰猛な犬を意味する言葉らしくて、天号というと具体的にチベタンマスティフという犬種を指すようです。さて効果ですが、マップ上にいる部隊を攻撃する場合、アクティブスキルはターゲットに2秒間点火効果を付与する。点火効果は基礎攻撃を受けるたび 50% の確率で次の1秒間受ける通常ダメージ 20% 上昇する。都市または拠点を攻撃する場合は点火効果の抽選が 100% になると。点火の効果は抽選攻撃で発動すると次のターンに効果が出るものなので、タイミング的に素部隊のアクティブスキルにはダメージ上昇が乗らないので少し残念ですが、主将で使えば副将のアクティブスキルに間に合いますし、通常攻撃自体でダメージを取るとしても有効なスキルでしょう。点火といえば武田のスキルでしたが、素部隊も使える効果となりました。武田に比べて効果時間とダメージボーナスが劣りますが、それでも有効なデバフでしょう。カスタマーの回答によると、武田の点火と同じ仕様ですが、上書きせずに重複する仕様ということです。なので武田とペアとした場合、点火が重なるターンはターゲットが受ける通常ダメージが 100% 上昇となるし、ほぼ常時点火の状態も作り出せそうなので、これは結構すごそうですよね。さあスキルのまとめです。いかがでしょう。オフェンス重視のラリー指揮官という印象でしょうか。野戦は少し微妙な気もしますが、ペア次第で運用もありなのかな。どうなんでしょう。高い連撃ダメージのアクティブスキルとスキル4のバフが目を引きます。2秒間の点火がどれほどの効果をもたらしてくれるかも見ものですね。一方防御面は火ダメ減少スキルがなく、防御 30% 上昇のみなので不安が残りますが、そこはペア指揮官のフォローを期待したいところですね。ラリーのペアで予想されるのは副将武田や主将アッティラ、また多分ルーレットの方で登場するはずの新指揮官が相性が良さそうであれば候補になると思います。野戦で活躍できるかは分かりませんが、使うとしたら武田、フィリッポス、アッティラ、首相アーサーなんかも試してみたいですね。また個人的にネタのペアとしてフリードリヒ、これも気になっていて、アーサーの説明でも少し触れましたが、フリードリヒのアクティブスキルは3秒間基礎攻撃を行うたび 100% で次のターンに直接ダメージ800を与えるものなんですけども、似た感じでベルトランのアクティブスキルがありますが、ベルトランの方はクールダウンがねあって、同じターンに複数回発動はできないんですけど、フリードリッヒのアクティブスキルにはクールダウンがないので、素部隊のアクティブスキル連撃3回全てに発動します。どうなるかというと、普通の基礎攻撃3ターンに加えて副将素部隊のアクティブスキル3回、これ全てに800ダメージ発生するということで、合計4800
800ダメージが出るんですよね。これはすごそうじゃないですか。まあ実戦で使うには力不足なので、より強力な博物館バフがね追加されないと厳しいとは思いますが、1人で4800ダメージ出すフリードリッヒのアクティブスキル、この破壊力だけはちょっと見てみたかったりします。さあ軍機ですが、予想されるペアが基礎攻撃型なら通常攻撃上昇の円月陣も無難なのかもしれません。ペア指揮官が連撃を使うとかバタフライエフェクトねなどの有用なグリフがある場合は、連撃ダメージ上昇の参戦陣に優位性が出てくると思います。以上がス部隊でしたが、さあどうでしょう。最近の騎馬ラリーは防衛を抜ける力はあるけどスワームに弱く、実際ラリーが打てる場面が限定的なのが難点でした。スワームに強いアッティラ武田では防衛を抜く力はないので、ほんと騎馬ラリーは打つ機会がなくてね、肩身が狭かったんですが、今回の指揮官では武田やアッティラを含む連撃ラリーになりそうですし、もしルーレットの指揮官が硬いぶっ壊れ連撃指揮官とかだったら、もうようやくスワームで極端にトレード悪く潰されない騎馬ラリーが打てるようになるのではと期待しています。今は本命の弓ラリーやスワームにも強いアエミリアヌスのラリーが大安定ですから、そこに割って入れるぐらいの実用性があると育てがいがありますよね。長らく野戦、防衛、ラリーと最弱三冠王の騎馬でしたから、アーサーの登場でようやく単体野戦は騎馬が最強の時代が来ました。限定的かとは思いますけどね、各挙兵アーサーが最強と言っていいでしょう。これからさらにアーサーが首相で力を発揮できるようなね、よりベストな新指揮官が登場してくる期待もありますし、これからが楽しみです。スワームすると弱くなっちゃうっていう多少の難がありますが、現状は騎馬の野戦指揮官として育てるべきトップ指揮官だと思います。ラリーに関してもバランスが崩れるほど騎馬を強くしてとは言いませんが、スワームしちゃえば怖くないと言われて出番がないのは寂しいので、ス部隊ラリーは固く、そして防衛を抜く力もあるというものであってほしいです。ぜひね、そういう力を発揮してくれることを切に願っているわけですが、実装は早ければ2月中ではないかと思います。私も硬い騎馬ラリーが打ちたいよなんて指をくわえて騎馬以外のラリーを見ている状態なので、騎馬のラリー指揮官を待っていた方、そしてワンチャン野戦でもいけるかもなス部隊の実装を期待して待ちましょう。ここまでのご視聴ありがとうです。よければ高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。モチベの維持には皆さんの応援コメントが救いなので、ぜひコメントしてくださいね。旧 Twitter、X もやってます。こんなプレイ動画やってほしいとか、リクエストも募集してますので、皆さんからのリアクションお待ちしています。ではでは、今回はここまで。おつぷはまたです。